こんにちは。関東工務店あっちゃんです。今日は無理やりねランクル再々販が来たっていう三蔵が大興奮して、いきなりキャンプ行くぞなんて会社に押しかけてきて、急遽富士山の方に向かって走ってますけど、運転をすることになりまして、素人ながらの紹介できたらなと思ってます。全然専門家じゃないんで、情報知りたい人はちゃんとした方のレビュー見てください初給油、いやすっごいランクルが似合わないね俺ね。似合わない。シティボーイがブームに乗ってアウトドア始めたみたいな初給油でしたっけ？はい、普通です三蔵の再販のランクルもマニュアルのやつ運転したことあるんだけど、はい、あれもねすごいトルクあって力強いんですけど、これねすごいパワーがあります。なんかトルクがすごいある感じ。踏むとね結構すぐ100キロ110キロとかブワーンって結構すぐ出ますね。まあトロトロなんでそんなに出したりとかしてないですけど、はい、まあ出しちゃいけないんでね基本そうですね。多分ね140キロとか150ぐらいとかまでは結構普通にパンって出ちゃうんじゃないかなっていうなんか感覚。あとこのスピードメーターの周りのパネルがやっぱ前のと変わってるよね。だいぶ変わったんじゃないですか。最近の車のなんだろう、このアクセルの踏み具合に応じて燃費がずっと出るやつ、あと看板の時速法定速度かのあれが出てるね、常にね。あ、そんなん出るんですか？出てる。今80って出てるから、多分これ80キロの道路ですよの話だけど、これいろいろポチポチ置いたらなんかあれだもん変わんのかな。なんか変わった。アドブルーが出てきました。アドブルーまだフルですね。僕もなんかYouTube とかのあれで見てたんだけど、なんかすごいんだよねこれね。デフロックをなんかいろいろやんなくてもすごい制御されるみたいな。なんかみんな山の中とか、そうオフロードの道すごい、これはすごいみたいなよく言ってんの見ますけどね。ハンドリングはどうですか？ハンドルはまあ最近の車なんで普通に軽いんですけど、なんて言うんだろうな、戻らない感じ。意外とハンドル切った後にシュルシュルシュルって結構戻るじゃない最近の車。そうですね。これねあんまり戻らないかな。重いってことですか？重いというか、ハンドルこう切ったらそのまま離してもそのままになってるような雰囲気。手でちょこっとこう力入れて戻してあげる感じはしますね。それって運転しづらいってことですか？別にしづらくないんじゃない？わかんない。俺普段最近の車を乗ってないんで30年前の車ばっか乗ってるんであれなんですよね。最近の車のこの運転のし心地の良さみたいな。むしろしやすいですか？いや楽ですよやっぱり。エンジンはまあやっぱディーゼルなんで、ディーゼル特有のこうカラカラ音っていうのはありますよね。何個聞きました？さっきねバックした時に、こことここにバックモニターが映ったんだけど、なんかね多分契約なのかな、買いに行った時にここでいいですかって言われて、いやここじゃなくてどうせならナビに映したいですって三蔵と言ったんだけど、ここのモニターがここに変わるっていう意味じゃなくて、さっき着いた時に見た後ろに3つあるカメラありましたね。そうあれカメラが結局1個
ナビのバックモニターのために増設されるっていう、すごいこう変わった、余計にカメラがついちゃった。余計にカメラがついた感じね。ちょっとびっくりしたね。でもまあ盗まれないか心配だね。それはありますね。ランクルよく盗まれるっていうからさ。なんか対策してるんですか？対策は一応セキュリティはついてるけど、なんかいろいろ考えないとですね。ランクルの前に軽を3つぐらい止めとくとかね。何置いといたら盗まないんだろうな。物を置くのは変わんないですよ。いや、何置いたらすごいうんこいっぱいうんこ。入るまでにすっごいうんこを踏んでいかなきゃいけないとか。子供が考えることです。そうだうんこ片付けりゃいいじゃないですか。確かにそうだね。あれかね、こうシャキンってこう出るゲートみたいの作んないとダメかね。そうだね。だからやっぱガレージ保管が一番いいんじゃないですかね。ラゲッジスペースとかどうでした？後ろはまあ多分前のと変わってないんだと思うんだけど、真四角なんで荷物の積むのは積みやすいですよね。積載はしやすいと思う。変な出っ張りがそんなにないから。ただまあ本当にボックスだからキャンプでってなると、まあなんか棚とか、あと最近こうあるじゃん、こうなんか引き出しでシュイーンみたいなやつ、ああいうのとかつけてっていうのをやった方が、まあ空間はすごい有効に利用できるよね。そうですね。いい車だと思いますよ。ここら辺が気に入りました。気に入ったところないですね。最低。欲しい人いっぱいいるんですよ。気に入ったところね。ないですよ。いや、乗り心地がいいよ、やっぱり。30年前のレンジに比べて。褒めてんすかそれ？レンジローバー乗り心地悪くないからね、別に。30年前だけど。じゃあまあまあいいってことですね。そうですよ。そうですよ。あれ30年前の割にはすごいですからね。サンルーフに電動シートに、あとシートヒーターにクルーズコントロールフルについてるからね。まあそのせいで電気系統が行きやすいっていうすごいあるけどね。レンジローバーの魅力を語るのやめてもらっていいですか？いや、そうですね。ランクルのそういうのじゃないんで、魅力をね。かっこいいなっていうのがあれば。まあ最近の車のいいところっていうか、このハンドルのスイッチとかがこれもついてるっていうところ、はいはいはい。まあいいよねと思うけど、ただ俺あれなんですよ、三蔵のいじっちゃってるランクルしか乗ったことないんで、純正が分かんないんだよね。タイヤとかでかいのに変えてる割には結構走行とも静かで安定して走るから、まあその辺は今回のも同じように引き継いでるとこなんだろうなと思いますけどね。ナビ周りのボタンスイッチ系はどうですか？ナビはでもこれ純正っていうか後付けなんだよね、結局ディーラーでの。まあでも分かりやすい感じ、最近の感じ。シートはどうですか？シートね、そうシートね、いいと思うよ。すごい座り心地は硬すぎず柔らかすぎずで、俺は結構好きかな。でこのなんかなんていうの、ホールド感ちゃんとあるし、この脇もちゃんとホールドされてる感じもするし。もう何時間か走りましたけど疲れはどうですか？そうね、1時間半ぐらい多分走ってるけど全然疲れないです。やっぱり昔の車と比べると全然運転は楽ですね。やっ
ぱなんかでもファブリック系からこういう革そうなんかね、前の再販のやつのはもうちょっとグレーなのかな、ここが。でね、もっとビニールっぽい感じなんだよね。それがなんか今回のは黒でちょっと高そうに見えるっていうか、ちょっと高級感がある仕上がりにこれはなってんだよね。きっと変えてあんだよね、前とね。あと USB-C ね、この標準で C が2個ついてるっていう。これちょっと時代感じますね。いやすごいよ、まあ、この下はシガーライターソケットですけど、あとなんか三蔵曰くここの灰皿がなくなったっつってたね。灰皿ないっすここに灰皿があったっつってたね。その名残がなんかこのボックスみたいになってて、まあ運転中はタバコ危ないからね。実際こう灰が捨てようと思ったらこう玉が落ちちゃってああみたいな焦がしちゃったりとかさあるじゃん。そうだからまあ吸わない方がいいよね。吸ってる人が言うと説得力がありますね。そうね、車では吸わないでもなぜか車は禁煙車なんで全部自分のは。そうだからタバコ吸わない人と例えば丸一日一緒にいて、吸わないでくださいって言われたら多分吸わないで入れる。全然吸わないでって彼女にもし言われたら吸うと思います。この USB Type-C に変わったっていうのは結構衝撃じゃないですか。そうね、まあ今時って感じ。やっぱりみんなタイプ C に変わってくるんだなっていう。 iPhone 買って Type-C とライトニングがついてるんだったらもちろんわかるんですけど、いきなりこのコネクターが差し込み口が C になっちゃうと。でもさ、俺はねそのライトニングケーブル問題でいくとアップルが悪いと思う。どっちかっていうとアップルがそのライトニングケーブルにこだわりすぎた。なんかね USB がコロコロ変わりすぎなんだよ、そもそも。なんとかしてください。でもここにはサンドコム店にはなんとかできません。それはサンドコム店ね、なんだかんだ言ってますけど、長い帯には巻かれろっていうそういうスタンスですよ。無理に歯向かってもね、できないものはできないっていうのがあるからね。そうっすね。まあどんな環境下でもどんだけ楽しむかみたいなところはありますけどね、もちろん。ちなみにこれ室内灯もこれ初めてついてますよ。確かにそうあ、これいや後ろもじゃない？そんなことない？後ろはついてんのかな。後ろもなかった。そうキャンプの時にあっちのランクルで行くと夜ね真っ暗なのよ。ライトがなさすぎて中に。で夜物を探すのが大変っていうのが確かにね毎回あった。普通に大事ですよ、夜室内の明かりがちゃんとつくっていうのは。そっか、ついたんだ。確かにね、すごいごついもんね、ここが。ここすごいっすね。足元があって。機能はだからすごい最新のっていうか新しいのがいろいろふんだんに入ってんだね。まあでも今の車ってみんなそうなんでしょ？俺わかんないけど。そうですね。基本ね、軽とか買っても機能はだってすごいでしょ今の車って。そうです。レンジよりかそうです。まあレンジよりはすごいでしょうね、そりゃね。使いやすいと思いますよ、いろいろ。そう考えると今の時代では当たり前のものが入ったんですかね。基本入ったんじゃないと思うよ。だってドリンクホルダーもあるじゃん。でこう物置もあるじゃん。そうっすね。これも新しいね。このノブはどうですか？シフトノブはいいと思うよ。しっかりしてて握りやすい。この
う斜めにこうねなってて、今っぽいですね。ライトの色味がすごい怖い。街乗りはどうですか？しやすいですか？街乗りもしやすいですよ。なんだろう、そんなに大きく感じないっていうか、そんなにアホみたいにこうでかすぎるみたいな感じはしないかな。じゃあ乗りやすいですね。と思うけどね。携帯ホルダーって純正でつかないもんかね。そういえばじゃあね、ちょっと薪を買いに、ミニ薪を買いに行ったんですけど、もうそろそろ作るので、キャンプ場にこの辺であっちゃん的素人ランクルレビューっていうのかな、終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございます。